皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本が世界ランキング2位になったという明るいニュースをお伝えしようと思います。今日は2019年最後の日です。ですから少しでも明るいニュースを皆さんにお届けできたらなと思います。それでは世界の中で日本がどのように見られているのか、ニュースをお聞きください。アメリカ史最高の国ランキングで日本が2位浮上。日本人特有の自虐性も浮き彫りに。先日発表された今年の US ニューズ&ワールドレポート誌の国家ランキングベストカントリーランキングで日本が過去最高の2位に浮上した。様々な基準をもとに算出する同ランキングが重視している起業家精神の高さでトップに立ち、世界で最も前向きな国であることや、経済が上向きなこと、国民に健康的な環境を提供していること、文化的影響力の高さなどで高評価を得た。一方、海外からの評価が高いにもかかわらず、日本人は世界で最も自国を低く評価しているという分析結果も出た。この日本人のいわゆる自虐的な感覚は、観光や海外投資に長期的な悪影響を及ぼすと同氏は懸念している。ビジネス環境の良さが高評価の原動力。US ニューズ&ワールドレポートは、タイム、ニューズウィークに次ぐアメリカ第3位の時事解説誌、調査会社と協力して大学ランキングに代表される各種ランキングを発表しているのが特徴で、ベストカントリーランキングも注目を集めるランキングの一つだ。2019年版の総合1位は前年と同じスイス、2位日本は前年5位から順位を大きく上げた。3位は前年2位のカナダ、4位ドイツ、5位イギリスとなった。アメリカは8位、中国は16位だった。日本の項目別ランキングは以下の通り。起業家精神で1位、冒険的要素で39位、市民の権利17位、文化的影響力6位、文化自然遺産10位、原動力5位、ビジネスの解放度22位、パワー7位、生活水準13位。1位となった起業家精神は、世界とのつながり、高学歴人口、革新性、高スキル労働人口、整備された法的枠組みといった企業やビジネスの成功に影響する要素の総合評価となっている。各項目には総合ランクに影響する比重が設けられており、最も比重が高いこの起業家精神が1位だったことが日本の躍進の原動力となった。7位のパワーは政治経済界の優秀なリーダーの存在、強固な国際同盟関係、強力な軍隊の存在が算出基準になっている。39位と最も低評価となった冒険的要素は、来訪者が楽しめるかどうかを測る項目で、市民のフレンドリーさ、気候風土の良さ、セクシーさなどから算出される。日本人特有の自虐性、5位から2位へのランクアップは異例で、US ニューズ&ワールドレポートは、2019年のベストカントリーランキングの勝者を一つだけ決めるのなら、多くの人は日本だと言うだろうとまとめている。同ランキングは、その国を他国の人がどう見ているかということを数値化したものであり、2位へのステップアップは日本が対外的に高いブランド力を作り上げた結果だと言える。一方で US ニューズ&ワールドレポートは、日本人自身は自国を低く評価しており、国内的なブランド力は非常に弱いとしている。我々のデータでは、日本国民はその他の世界の人々よりもずっとネガティブに悲観的に自国を捉えている。様々な面で日本国民は自国を世界が思っているよりも生産性が低く不安定で文化的に重要ではないと見ていると同氏は書く。反対に日本以外のほとんどの国は他国民よりも自分たちをポジティブに見ているという。自国民の低評価とは裏腹に他の最新の海外の調査でも日本は上位に立っている。パリに本部があるグローバルマーケティングリサーチ会社イプソスのアンホルト国家ブランド指数でも前年4位から2位に躍進。イギリスブランドファイナンスのランキングでは価値の高いブランドで5位に入っている。今回紹介した世界最高の国2019年度版の1位から10位を紹介します。1位からスイス、日本、カナダ、ドイツ、イギリス、スウェーデン、オーストラリア、アメリカ、ノルウェー、フランスと続きます。こういった国を評価するランキングにおいて上位に来る国というのは欧米の国が大半です。例えば高負担でありながら高福祉というのを実現している福祉国家北欧の国などがその代表例でしょう。
ノルウェーやスウェーデンなどでは消費税が 25% と日本に比べてもはるかに高い税負担を強いられていますが、その一方で福祉政策も充実しており、国民の満足度は非常に高いものになっています。そのため国家全体としては非常に安定しており、そのことが高い国家ランキングに寄与しています。また世界一にランキングされているスイスなどは非常に物価の高い国として有名です。その一方で収入も非常に高い国であり、物価の高さというものが気にならない国でもあります。またスイスなどでは精密産業なども非常に優秀であり、高級時計といったらスイスのブランドというのも一般的です。また以前ほどではないにしろ、スイス銀行といえば非常に多くのお金を集めることで有名です。顧客の情報をしっかりと守るということをブランドとして、世界から黒いお金も含めて多くのお金が集まる国です。現在ではその面が少し薄れてきてはいますが、未だに世界の金融センターの一つとして数えられている国でもあります。また、世界的な機関の本部が置かれている国としても非常に有名です。世界貿易機関 WTO の本部であったり、国際サッカー連盟 FIFA の本部であったり、IOC オリンピック委員会の本部など、世界的な機関の本部などが設置されている国でもあります。また、世界経済フォーラムダボス会議の行われている国でも有名であり、世界的な議論の場としても有名です。そういった欧米の国々と並んで、唯一アジアの国から選出されているのが日本です。アジアの中では間違いなく日本が一つ頭が抜けて優秀な国家であることは明らかです。日本の国内においては格差が広がっているというのが問題にはなっていますが、それは日本国内の中から見た以前よりは格差が広がっているという問題であり、世界から見た場合はそれほどひどい格差の開きというものはないのが現実です。こうした世界から見た場合、日本は高く評価されているというのはいろいろなところに現れています。例えば日本は世界の多くの国と友好関係を結んでいます。パスポートは世界最強とも言えるレベルで、多くの国にビザなしでの渡航が可能です。また、少子化の影響はあるものの、非常に多くの人が大学に行くことができています。そして、GAFA のような世界的な企業はまだ生まれてはいないものの、少なくとも日本国内においては中小企業などが大企業に向かっていくのにあたって、法律やビジネス環境などがそれを阻害するといったことはないことが分かっています。中小企業が伸びようと思った時に、財閥企業が経済の大半を占めていて、成長しようと思ったらすぐに潰しにかかってくるという国ではないのです。その他、中国やロシアといった非常に驚異的な国があるために分かりづらいのですが、日本の自衛隊は少ない予算の中で非常に高い連動を誇り、そのことは世界にも高く評価されています。また、第二次世界大戦後という括りで考えれば、日本は内戦などを一切起こしていない国であり、国家間戦争などにも無縁です。平和で安定した社会を築いてきた国でもあります。ついつい日本人は問題点を見つけると、その問題があたかも世界中の国の中で非常に悪い問題であり、日本はお先真っ暗だというような考えに陥りがちです。しかし、犯罪率の低さなどでは世界有数の国ですし、自殺者が多いといった問題も全体として見れば少しずつ改善している国でもあります。失業者の数などにおいても世界的に見ても非常に低い水準であるのは間違いありません。こうした悪い問題はあるけれど、しかし改善傾向にあるという方向性それ自体は悪いことではありません。そのことを世界から見た場合に、日本というのは安定した社会が築かれており、改善傾向にある国なんだなと評価されているのです。もちろん日本という国には問題がたくさんあります。ですが、その問題一つ一つを片付けていくことによって、世界からの評価だけではなく、日本国民自身が、日本という国はいい国なんだなと自覚できるような国にすることが非常に大事になるでしょう。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか？ぜひともコメントを書き込んでいってください。それではニュースについてはここまで。ここからは余談のコーナーになります。今回取り上げる余談は私のプライベートについて少しお話をしましょう。このテーマについて少し話をしてほしいと書き込みしてくれた人の名前を読み上げます。藤井優さん、ゆうこりんさん、秋重斉藤さん、小春樹さん、李すみれさん、林真理さん、SSKK さん、戸田畑さん、山田豊さん、兵庫佳子さんなど、皆さん書き込みありがとうございました。それでは今回のテーマは私のプライベートについて少しお話をしましょう。私が10代の頃2つのバイトをしました。初めてのバイトは引っ越し屋さんのお手伝いでした。
体力のない私には非常に辛い思い出しかありませんが、引っ越しというのがまさに人力でもう力ずくでやっているものだなということを勉強するのに非常に良いアルバイトでした。そして2つ目のアルバイトというのがパチンコ屋さんでのアルバイトです。私がパチンコ屋さんでなぜアルバイトしたかといえば、それは時給が良かったからです。私は地方に住んでいるので、時給というもので考えた場合、アルバイトの相場は非常に安くなっています。時給700円、750円といったアルバイトも別に珍しいものではありません。そうした中にあって、引っ越し屋さんのお手伝いであるとか、パチンコ屋さんというのは時給の高い方になります。私が行ったパチンコ屋さんでは、時給は1000円でした。同じ働くのであれば、時給700円や750円よりも、時給1000円の方が効率がいいと思ったからです。ちなみに私はそのパチンコ屋さんで10ヶ月ほど確かバイトしたはずなのですが、現在に至るまでパチンコパチスロは一度もやったことがありません。全く経験がなくても店員としてはお仕事自体はできるのです。ただし台のルールなどやどうやったら当たりが出るかなど実際に私自身は全くやっていないので、未だにそのルールについてはよくわかってはいません。当時私のアルバイトしたパチンコ屋さんでは海物語というパチンコ台が非常に人気でした。いろいろ他にも台があるのですが、その機種だけに一番多くお客さんが集まっていたのです。平日の夜や土日といった多くの人が集まる時間帯だけでなく、平日の午前中やお昼間でも、その海物語の台だけには多くの人が座っていました。もちろんパチンコは多くの人がチャレンジして全員が全員勝って帰るわけではありません。当然のように打ち続けてもひたすらお金を失っていく人もあれば、その一方で大量の玉を出して大金を掴んで帰る人というものもいます。時給1000円で、そうしたお金を時間を使って自ら失っていく人と、一方でお金をどんどん増やしていく人の両方を観察することができました。そして、勝った負けたで一喜一憂する人たちを見ていると、私は思いました。なんて時間を無駄なことに使う人たちなんだろうと。そもそもパチンコ屋というのはボランティア産業ではありません。あくまでも利益を得るための業種です。ですからお客さんが、ある日は勝ったということがあったとしても、トータルで見れば必ず負けているものなのです。お客さんの中で目立っていたのは高齢者の人や農家の人たちでした。私の住んでいるところは田舎だというお話をしたのですが、田園も多く広がっています。ですから午前中に農作業を終えて、その軽トラックのままでパチンコ屋に乗り付けて、午後からパチンコ台にもう張り付くような人たちというのが非常に多くいました。そして夜になれば仕事終わりだと思われる人たちも多くがパチンコ屋に来ていました。パチンコを打ちながらタバコをふかしている人も非常に多いので、店内には煙が充満しているような非常に悪い環境でした。そういった環境の中で毎日のように一喜一憂している人たちを見ていると、なんとこんな産業が果たしてある意味があるんだろうかと10代の私にも思いました。ちなみにパチンコパチスロの産業というのは年間の売り上げは30兆円という時代がありました。現在においても20兆円以上はあると言われています。これだけの売り上げが毎年のように吸い上げられているのです。パチンコをするわけでもないし、タバコを吸うわけでもない私にとっては、このパチンコ屋でのアルバイトというのは時給以外の目的は全くない職場だったのですが、何ヶ月か働いていると、お店の社員さんからも信頼されて、研修に参加するように促されました。会社の本部のある別の都道府県まで行って研修を受けてきなさいというのです。もちろん交通費や宿泊代なども全て会社持ちでした。アルバイトの私になんでそこまでお金をかけるんだろうと思ったりもしたのですが、辞める時の話としては、君にはこのまま店員として残ってもらいたかったんだよというのを後日談として聞きました。そのことは置いといて。で、その研修会なんですが、日本全国から多くの社員の人たちが集まっての研修会でした。接客対応などについての、一通りのレッスンなどをするわけですが、その内容についてはもう覚えていません。その研修会で私が覚えていたのはたった一つだけです。研修会の場には、その挨拶として出てきたのは社長さんでした。その社長さんの顔というのが私にとっては非常に印象深いものでした。なぜ社長の顔が印象深かったかというのは、ちょっと別の話をする必要があります。このパチンコパチスロ産業というのは、ある国から来た人たちが創業家になっていることが多いとよく言われている産業です。その国というのは、私のチャンネルの動画にもよく出てくる渓谷の人たちというふうに言われています。さて、話は戻って研修会の時に挨拶をした社長さんの話に戻りましょう。パチンコパチスロのお店は日本国内にあるので、そこで働く人たちもその多くが日本人です。
ですから社長の挨拶というのも当然のように日本語で挨拶はされています。ですが、日本語で喋っているのにもかかわらず私はすごく違和感がありました。話をしている社長さんの顔がまるで偏見に満ちた人が警国の人を漫画で描いた時のような顔立ちだったからです。全く私の思い違いということも十分あるのですが、10代の私にとってみれば、噂話というのは本当だったんだなというふうにちょっと思ってしまいました。そして、もしもその噂話というのが本当であったと考えるならば、この産業というのは日本人をターゲットとして日本人からお金を絞り上げるための産業なんだなというふうに私は思うようになりました。そしてパチンコ産業というのがあの国の人たちが創業家として主要な部分をしっかりと抑えている産業であるというのであれば、私には非常にこの構造というものが不気味に思えました。毎年のように日本人全体から20兆円などというとてつもない額を吸い上げているこの産業、私ははっきり言ってなくすべきだとその頃から思っています。さて、最近ではそうしたパチンコパチスロ産業の話と少しだけ絡みがある話として IR 法案、統合型リゾート開発というものが大きな話題になっています。その話題になった中心というのが自民党の議員がチャイナマネーを握らされていたという事件です。これによって現職の議員が逮捕されるという事件が発生しました。チャイナマネーが日本の政界にどれだけ浸透しているのかというのは非常に大きな問題であり、徹底した捜査が望まれます。もちろん与党の中だけではなく野党の中にも同じようにしてお金が回っていた可能性というのはあるので、与党野党関係なく全ての議員に対して捜査を広げてほしいものです。そしてこの自民党議員が中国からお金を受け取ったのではないかとして逮捕されたことからもわかるように IR 法案に対しては反対の意見が強くニュースで取り上げられるようになりました。反対の理由として挙げられているのは、こうした議員のような人間でも買収されるのではないか。政治家やもしくは官僚、この場合であれば警察などもカジノの運営などからお金を受け取るような癒着が発生するかもしれない。ギャンブル依存症の人たちを量産するのではないか。施設の周辺では犯罪率が増加するのではないかといった様々な問題点が指摘されて不安の声が上がっています。しかし理性的に考えればIR 法案に出てくるカジノというものはそれほど影響力があるわけではありません。例えば日本の中で最大3カ所というふうに決定しています。一方で話の最初に出てきたパチンコパチスロ店が一体どれだけあるか皆さんはご存知でしょうか？日本全国津々浦々パチンコパチスロというのは1万店以上があります。一方で IR 法案に出てくるカジノというのは最大3カ所ですから1万対3店舗です。この圧倒的な数から考えてもわかるように、ギャンブル依存症を生む力がはるかに強いのはパチンコパチスロです。考えてもみてください。今回の IR 法案の選定地として考えられているのは、大阪、横浜、長崎が有力候補として上がっており、その他には千葉や和歌山などが名乗り出ています。この中には東北や北海道などはありません。ですから北海道の人がカジノでギャンブル依存症になろうと思うと、わざわざ一番近い関東まで出てこなければなりません。このような状況下でカジノでギャンブル依存症になるというのはほとんど不可能に近いと言えるでしょう。私の10代の頃の話としてお伝えしたように、パチンコパチスロというのは日常の生活範囲内にあることが非常に大きな問題です。ちょっと仕事の合間に、もしくはちょっと仕事が終わった後に行く場所として接触回数が多くなり、それが依存症につながってしまうのです。年に数回単位でしか行かないような場所であれば、依存症になる確率というのははるかに低いはずです。ギャンブル依存症の人たちを生み出さないようにと反対するのであれば、まず生活圏内にあるこのパチンコパチスロ産業というのを徹底的に取り締まって禁止して、その産業それ自体を潰すべきだと思っています。もしくはどうしてもその産業を残さなければならないというのであれば、IR 法案で見られるように店舗数の制限というものをかけるべきです。それこそ1都道府県につき1店舗、全国48店舗のみにパチンコパチスロを許すような、そのような形式にするのが良いでしょう。パチンコパチスロ産業を潰していくというのは非常にメリットが多くあります。それはギャンブル依存症の人たちを生み出さないことによる経済効果というものもありますし、毎年20兆円ものお金がこのパチンコパチスロ産業に流れていたのですが、そのお金というのが内需に回ることにもなります。また人手不足が懸念されている日本です。一つの産業を
徹底的に潰すことによってその産業から他の産業に人が移っていくという現象も生み出すことができます。パチンコパチスロ産業に関わっている人にしてみれば、私の意見というのは強硬で反対意見が出るでしょう。しかし、パチンコパチスロ産業が日本にとって良い産業であるか悪い産業であるかといったときに、私は悪い産業でしかないと結論付けています。と、このようにパチンコパチスロ産業に対しては非常に苛烈な考えを持っている私ですが、IR 法案に関しては全体としては賛成です。なぜなら IR 法案に出てくる総合型リゾート施設というのは観光資源になり得るからです。パチンコパチスロ産業が日本人からお金を吸い上げることだけに特化した産業であるのに対して、日本人だけではなく海外から人を呼び込むそのための仕組みでもあるのです。この点が大きく違います。アジアにおけるカジノといえばマカオとシンガポールがあります。今回は少しマカオの例について考えてみましょう。マカオにおけるカジノというのは売上金はだいたい3兆円から4兆円と言われています。パチンコパチスロ産業の20兆円に比べればはるかに小さい規模です。しかし、マカオというのは人口62万人の非常に小さな行政区に過ぎません。この売上金が一体どこから来ているかといえば、観光客からの収益というものが非常に大きくあります。統合型リゾート施設というのはしっかりと運営することができれば、海外からその場所目当てに行く人たちが多く獲得できるのです。そして、ギャンブル依存症対策として海外の規制というものが日本でも行われようとしています。第一の方策として考えているのが入場料の考え方です。シンガポールのカジノなどでは、自国民がカジノを利用する場合には7000円から8000円という入場料が取られます。こうした入場料という考えを取ることによって、自分の国の国民がカジノに入り浸るというのを抑制する効果があります。また、日本でも導入が考えられているのが入場回数制限です。週に何回もしくは月に何回といった規制をかけることによって、これ以上来てはいけませんよという形にして、ギャンブル依存症になるのを防ぐというわけです。こういった障害というのは必ずギャンブル依存症に効果があるものです。例えば日本全国に今あるパチンコパチスロ店に、しかも入場の回数に制限をかければそれだけでギャンブル依存症の人たちにある一定の効果は見込めるでしょう。そしてニュースの中にもあった日本の文化や文化競争力といったものは世界的に見れば高いものがあります。そうした文化などを取り入れて特色ある統合型リゾート施設というものを作れば、それは世界的に見ても十分な競争力を得ることが期待できるのです。もちろん、カジノというものについては光もあれば闇もある。失敗した場合はどうするのだといった問題などもあるわけですし、警察や政治家と癒着するかもしれないという問題もあります。そういった問題を乗り越えていくことによって、まだプラスの面、光の部分について伸ばすことができれば、日本にとってもこの統合型リゾート施設というのは決して悪い話ではないのです。さて、今回は私の昔話から制作の話まで少し一通りしました。テーマを提供してくれた人たちはもっとプライベートの軽い話をしてくれればよかったんだよという感想を持つかもしれません。私が一体何が好きであるかとか、普段どんな生活をしているであるとか、そういった話をご希望されていた可能性は非常に高いんですが、その話もいずれおいおいとしていきましょう。余談のコーナーそれ自体は今回のように皆さんが動画を見る時間がたっぷりあるだろうという季節には少し挟んでいく予定です。また10代の頃の経験がこうですから、タバコを吸っている人を見ると、きっとこの人もパチンコ屋に行ってるかもしれないなという具合な連想が働いてしまいます。さて、それでは今回の余談はここまで。2019年最後の締めに入りましょう。6月からニュースの解説動画を作り始めて、ざっくり言って半年が過ぎました。この間、ものすごい大雑把に言うと、1ヶ月に1万人のペースでチャンネル登録者が増える状況が続いています。多くの人が動画を見て、評価を押し、動画へのコメントもたくさんしてくれています。皆さんありがとうございます。見に来てくれる人がいない、誰も評価しない、誰もコメントしないという状況がもしも続いていたら、それは壁に向かって私が一人で喋っているような状況です。そのような状況であれば、私自身も続けていく気力というものが途中で萎えていたでしょう。私は YouTube というものを使いこなせないんだな。多くの人たちには訴えかける力がないんだなと思って、別のところで別のことを全くしていたかもしれません。皆さんとの出会いがあることによって、この活動を続けていくという気持ちも私も大いに支えられています。来年もニュースを元にして様々な情報を皆さんにお届けしていこうと思います。私の解釈、解説といったものを利用して、皆さんも
自分の中にある知識というものを理論立てたり、もしくは、そういった考え方もあるのかと、プラスアルファに役立ててください。それでは2019年皆さんと出会えたことに感謝です。そして2020年もこれからもよろしくお願いします。それでは年明け2020年次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。